How are you doing, guys? この番組は元在京メディア出身の侍ジャパンがお送りする腕時計の専門チャンネル。今回は第28回を迎えました。みんなのサブスクリプション。こちらケイスさんのグランドセイコースプリングドライブ GMT SBGE011 です。もう見えていますね。This program is brought to you by ケイスさん。さあ、スプリングドライブワクワクですね。お手紙もいただいておりますので、早速参りましょう。Let's go! こちらお手紙から参りましょう。もう3ページにわたっていただいておりますが、早口で頑張りますね。こちらはスプリングドライブ、せっかくですので、スリープ運針が見えるようにしておきましょう。はい、それではいきます。お手紙、購入時のエピソードと。以前タイのバンコクに赴任していましたが、帰任が近づいた2018年末に一時帰国した際、上司からバンコクの次はアメリカに行ってもらいたいと宣告。心が折れそうになりましたがもう私でしたらね、もう永久にお願いしますと転んでもただでは起きない私は、東南アジアと違って時差が大きいアメリカに行くなら GMT 時計は必須だなとひらめき、本社を出て渋谷の時計屋さんへ直行と。そう、東南アジアとの違いは時差が大きいんですね。日本からの時差と、それから国内、大陸内の時差も大きいと。最後までチューダー、ブラックベイ、GMT と悩み、選んだ GS はあえて高級時計と分かりづらい旧ロゴと。そうですので、ここに下についてグランドセイコーで、上がセイコーのこうダブルセイコーバージョンの分ですよね。2017年あなたまた時計買ったの？かっこ怒り会話ですね。あ、いやほらセイコーだからさこれで家庭も円満ですで、気に入っている点ですが、かっこ1番といただきまして、完璧な針の長さ。この機種は24時間表記のある文字盤外壁が斜めに切り込んでいるため、同じデザインのスノーフレークよりも、スノーフレークというのはこちら、写真流しておきましょうか。このルーレット刻印ならぬ GMT の24時間表示がある部分ですね。で、ここが斜めに切り込んでいるため、同じデザインのスノーフレークよりも文字盤の表面積が少しだけ小さいと。なるほどですね。ここが小さいわけですね。結果として分針と秒針がメモリの先までしっかり伸びていますと。私は針の長さフェチなのでと。秒針、分針、GMT バリが全てメモリの上を確実に通り過ぎていくのを見ると本当に気持ちいいです。なんとなくね、こうゴールしましたみたいな的な、わかりますよ。違うかな。はい、次いきますよ。カッコに限りなく深い黒文字盤。一見プレーンな黒い文字盤は地味に超高品質です。光沢があるのに反射しないオニキスのように深い黒。一体どうなってるの？クエスチョンと不思議な黒文字盤は、ラップ研磨という4層塗膜プラス研磨の工程だそうです。さすがプリンターや精密加工の技術もトップレベルのエプソンですと。で、3番。熟慮されたフィット感と体積が大きくもっさり感の強いケースですが、ラグを極端に湾曲させてフィット感を改善しており、ラグは手首から浮き上がらず、シャツの袖口にも引っかかりません。また、ラグ幅 20mm の5連ブレスは、コマの内側がカーブしていて、肌を包み込むようにフィットします。で、私は割とタイトにつけるのが好みですが、マイクロアジャストなしでも不自由せず、一年中ブレス調整なしでいきますと。そして、カッコ4、スプリングドライブの実用性とロマン。使い勝手は完全に自動巻きなのに、姿勢差や温度差による精度のばらつきがなく、常に誤差が読めるという圧倒的な強みがありますと。そうですね。プラス何秒進んでいくっていう読みですよね。予測と言いますか。そして、私の答えは年間を通じて、月差がプラス4から5秒と。さすがですね。
これも後々いきますけれども、これ日差にするとプラス 0.15 秒なんですよ。0.1 秒。すごい。超ナノエレクトロニクスがゼンマイのほどける力の一部で動いていると思うと、ミクロの世界への壮大なロマンを感じますと。素晴らしいですね。本当に美しいですよね。どんどん行きましょう。気に入っていない部分。点。1番、ドレス系のデザインの割には大きすぎる体積。要は縦横奥 3D のことですね。体積が大きい。この機種だけでなく GS 全体の傾向としてケースの体積が大きすぎます。そうですね。スポーツ系はともかくドレス系は過去の GS のデザインを継承を謳いながら、幅 40mm の分厚いケースではもう全くの別物です。昔は小さかったですから。はい。昨年発表されたムーブメント 9SA5。これは機械式ですね。メカニカル。そして 9RA5。このスプリングドライブは薄型化されているので、今後のラインナップに期待ですと。そうですね。今何機しかありますけれども、100万超えの定価ですよね。すごいお値段。括弧に、寸詰まりの6次インデックス。これもうご覧になるとわかると思いますので、どんどんいきますね。こちらは旧ロゴのスプリングドライブ GMT に共通の問題。パワーリザーブ表示と4桁にわたる文字とのスペースの取り合いの結果、文字がかなり下の方に行き、6時のインデックスが縮められて結果として3、6、9、12が全て違う形になっていますと。これご覧になるとわかりますかね。今ちょっと光の加減で分かりにくいかもしれませんね。後ほど行きましょうか。新ロゴになった現行のスプリングドライブ GMT はこの問題は解消されていると。で、3、ルミブライトがない。GMT 時計が本領を発揮するのは国際線の暗い機内。そうですね。そこではやはりルミブライトが恋しくなります。ルミ付きのスプリングドライブ GMT もありますが、どれもスポーツタイプなので、ドレス派の私には悩ましいところですと。なるほど。それでは、エクステリア、気に入っていない点ともに行きましょうね。ドレス系の割には大きすぎる体積と。そうですね。これはまず幅が41ですよね。そして、ラグトゥラグ、48.4 ミリ。それから厚みですけれども、これ実寸だと14ミリとなっていますね。ただ交渉は 13.8 ミリです。ちょっとカーブドでサファイアが浮いていますよね。この部分かなと思ったりもしますが、デカ厚時計になってしまっていると。左側は37ミリですね。そして右側が41ミリ。かなり大きさが違いますね。そして重さも違いますね。こちら右側のスプリングドライブモデルは 157g。厚みはまあこちらの方も 13.6 ぐらいありますので、まあまあ厚めですね。シェイプはいわゆるセイコーグラマーにのっとったデザインになっていますけれども、結構大きめであるということですよね。今のトレンドですと若干小型化のものも増えてきていますので、そうですね、トレンドに乗れるでしょうかね。見どころですよね。というのも、左側 SBGR253 37mm モデルの 9S メカニカルですけれども、これディスコンになったんですね。で、次出るかなと思ったらまだ出てないですよね。これの37じゃなくて 40mm と 42mm はあるんですよね。このあたりどうかな。 37mm があってこそのヘリテージコレクションと。ヘリテージってね、ワールドヘリテージ世界遺産のように、いわゆる遺産的な残していくものですよという意味があると思うんですが、または復刻であるとかですね。37はぜひとも残さないと、大丈夫かなっていう。それはお好みですね。あんまり突っ込むのをやめておきましょう。こちらスプリングドライブに戻りますが、なんといってまずはこのスイープ運針ですよね。結構壁時計などではおなじみかもしれませんが、
このスーッと滑らかに動いていくスイープ。とっても美しいですね。ぎゅーっと先端まで伸びていますので、このように今ちょうど5分から10分あたりを流れていますが、そして GMT バリもぎゅーっと通過していますよね。この通過する感じが良いと。いやー、本当にわかりますね。そしてもちろん、パワーリザーブ表示ですよね。インディケーターがついていますので、とってもわかりやすいですね。これだとあと3分の1ぐらい残っていますよと。実際に、操作してみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8。8ですね。8で今解放されました。これねじ込み式ロックですね。はい。スクリューダウンクラウンです。8回となると、まあ深い方ですよね。いずれにしても。綺麗ですね、しかもね。はい。じゃあ巻き上げていきますね。このインディケーターが下の方にギュッギュッギュッとなっていきます。そして音も、まあまあ聞こえているかなと。ギュッキュッキュッという風にバスケットボールをしているようなキュッ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 っていう感じ。で、だんだんと今、パワーが溜まっていっていますので、じわーっと下に向いていってるの分かりますかね。まあこれをフリフリで巻き上げることもできますが、まあ手っ取り早くしようと思うと、この手巻きで巻き上げるのが早いですよね。フルまで満タンまですると。今これ満タンまで行きましたね。続いて操作性もいってみましょう。これせっかく GMT がついていますので、これは一つ引き出すと、ここ、ジャンピングアワーハンズ。これ便利ですね。はい、4と。で、このようにして、まあ、ローカル、現地タイムを合わせていったりしますけれども、で、この赤は、こう回していくと、こう連動して動いていくんですよね。自分がいない場所の時間に設定しても良いのではないかなと思いますね。例えば今ここ15見えますかね。見えるかな。見えますよね。ここは15時となっていますよね。例えばここぴったり今この表のハンズは7時ですよね。そして、自分のいないところは15時であると。これとっても便利ですね。24時間表示。これアメリカ大陸、いや、まあヨーロッパは逆算しやすいんですが、アメリカ大陸、まあ北米、南米ありますけれども、あのあたりが一番計算しにくいですね。いつも、私が頭がね、ちょっと遅いものですから、まあそういうとこもあるんですよ。で、夜中の何時だっけみたいな感じになるんですね。で、その中でも、まあ私はカナダの西海岸にほぼ住んでいたんですけれども、現地時間というのは分かりにくくてですね、逆もしかりなんですよ。例えば、北米にいる場合の日本時間というのが、そういう時にパッと見て、あ、今15時かと。よし、じゃあちょっと電話しようとか、まあそういう感じですよ。で、東南アジア方面の場合は、もうお書きになっているように、そうですね、まあ幅があっても3時間、4時間ですので、計算はしやすいですね。半日違うというようなことはありませんので、経度ですね。地球でいう縦の経度があまりそんなに、差がありませんので、そんな感じでこのように操作していきます。美しいですね。続きまして気に入っていない点の3番、ルミブライトがないことですね。これは GS ヘリテージは共通ですけれども全く入っていませんよね。GMT 時計が本領を発揮する国際線の暗い機内と時計好きならではだと思うんですよ。なぜなら、まあ普通は目の前に座席モニターがついていて、今地図が出たりとか、今現地時間が何時であるとか、まあそういうのは、まあフライト時間、今何時間飛行しましたよと。まあ全部出るんですね。場所も GPS で。で、Wi-Fi もあるので、まあ不便はないと思うんですけれど、自分の腕時計で確認したいなと
まあ長年のこう習慣とかでね、パッと見てわかるみたいな、そういう部分だと思うんですよね。そういう時にまあ恋しいですねということだそうです。はい。次に気に入っている点です。完璧な針の長さ。これはもう先ほどから申し上げているように、針がギューッと、このインデックスのところまで達していると。ですよね。まあ針の長さフェチなのでと。面白いですね。そして2番が深い黒文字盤と。このやはりダイヤルのまあ塗装ですよね。何層にも重ねた電気メッキであるとか、まあいろんな塗装方法を駆使してラップ研磨という4層塗膜。ここ今LED の四角の白い LED が映っていますよね。これは中の黒が反射しています。そして外側のサファイアクリスタルはこれです。ですので今わかりますかね、この重なっているんですね。反射が二重になっていると。でもこの反射してもこの程度であると。で光沢があるのに反射しないと、そういうことですよね。もう反射面が小さいのでほとんど反射しているようには見えないですよね。これわかりますよね。こうするとね、なんか永遠の鏡のような感じですけれども。そして、熟慮されたフィット感。体積が大きくと。このどっしり感ですよね。綺麗ですね。さすがザラツ研磨ですよ。美しくエイジングされていて、丁寧に使われているなっていうのが、本当にすぐ伝わってくる。大切にされているんだろうと思います。この横から見た時ですね。ここがまっすぐの時計もあるんですが、ぎゅーっと下に下がっていますよね。もうこれ GS の特徴と言ってもいいかな。ぎゅーっとラグが下がっているので、フィット感を改善しておると。ラグは手首から浮き上がらず、シャツの袖口にも引っかかりません。コマが内側が曲がっていると。この内側の部分、屋根瓦のようにわずかにポコポコっと、ポコポコまっすぐにしようとしても一直線にはならないと。こういうところですよね。細かいところですが、一コマずつ少しずつ紛られていると。それではリストショットいってみましょう。ぎゅーっといきまして、いつもの距離ですね。GS は新しい新型ムーブで薄型にしてきているようですが、私の 37mm のモデルも含めてですよ。やはりちょっと分厚いかなというのは否めないですね。じゃあボコボコっとしているかと、ボコっと出ているかというとそうでもないんですよ。このブレスの密着度といいますかね、まあ吸い付き具合というかフィット感が抜群に良いと。これはもう私もね実感しているところですね。私の手首周りは 18.0 センチですね。今ぴったりですね。ピンバックルもまっすぐ来ていますね。そしてここまで来ていますが、平べったい部分にはまっていますので、ぴったりと。で、いつもの GS のパチンとした感じ。とっても気持ちいいですね。あとは3ページ目に総評と書かれていらっしゃいますので、こちらを一緒に読んでいきましょう。いろいろ書きましたが、控えめでありながら超高品質、超高性能で信頼性も抜群、かつ人と被らない個性もあって、擬人化すると、こういうビジネスパーソンでありたいと思うような腕時計ですと。この、スプリングドライブの機構ですね。これがまず世界で唯一ですから、スプリングドライブの詳細をご説明しますとすっごく長くなりますので、簡単に申し上げますと、パワーは人力ですよね。そして制御は IC とクォーツで行うと。ちょっと車で例えるの難しいですけれども、例えば日産の e パワーとかあの辺りが近いのかなと思いますね。エンジンで発電をして電気を貯めると。そして制御、アクセルとか、スロットル、ブレーキ、その他は電気制御による電子制御ですよね。あまり高速道路とかで踏み込むとエンジンも、サポートに入りますけれども、そのような感じで、電気というのはやはり制御しやすいと
いう特性がありますよね。だから全て電気化されていくんですけれど、そういう部分でスプリングドライブぜひ続けていってほしい機構ですよね。こちらがスプリングドライブのシースルーバッグ裏が見えていますね。この三角形状がローターがくるくると回るわけですね。これで電米を巻き上げると。パワーはクォーツによって正確に制御されていくと。これぐるぐるぐると回っているの分かりますよね、上のあたり。装飾もね、そんなに華美ではないとは思いますが、すごく整然と綺麗ですよね。非常にその合理的な感じのイメージが伝わってくるかなと。これグランドセイコーの透かしが入っていますね。グラスに見えますかね。丸い透かしが入ってるんです。これ綺麗だな。この辺りですね、くるんと回ってますよね。すごく綺麗で、整然ですね、やはりね。過色はでもその精緻な感じというのが、高度なナノテクノロジー、この切削の精度だけでも研磨であるとか伝わってきますね。この辺りがグランドセイコーと、外側もは言うに及ばずという感じで、非常に綺麗なザラツ研磨。そして一段ボコッと上がるようにしてサファイアクリスタルにつながります。そしてサファイアクリスタルもこれまっすぐではなくてカーブドサファイアになってますね。ちょっと出ているんですよね。この辺りでわかりますかね。これ。そしてもうクラリティも非常に高いですから、もう本当に透き通る感じ。風防ついてるのみたいな、一瞬直に触ってしまいそうみたいな、そういう感じの印象を伝えてきます。ダイヤモンドカットによる非常に美しい、何の歪みもないですね。これ一瞬にしてわかる。だいたい人間の目っていうのは素晴らしいらしく、パッと見てまっすぐか少し曲がっているのかがわかるらしいですね。でそれをプロの職人さんがきちっとやっているということで、もう寸分もたがわずどこかが必ずキラ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 光っていますよね。そしてこの反射、このように見えています。そんなにバチッと反射する感じではないですね。ブラックですけれどもね。でこの24時間の数字ですね。1、3、5と奇数の数字が刻まれていますので、これも良いアクセントになって、もちろんGMT バリも赤ですから、GMT と一番下に誇らしげ、綺麗ですね。コントラスト、黒、赤、白、シルバー。もうこの最高のカラーリングの組み合わせ、素晴らしい。こちら総評と、でその下におまけといただいておりますので面白いですね。私の周りのアメリカ腕時計事情、皆さん知りたいですよね。1番、アメリカは日本との時差が半日以上ある上、本土だけでもタイムゾーンが3つ、おまけにサマータイムもあります。そのため単身独立調整機能を持つ GMT 時計を本当に重宝します。私ももちろん経験していますので、私はね、若い頃に学生時代を過ごしたわけですから、そんなにタイムゾーンがなんとかっていうね、あまり気にしませんでしたけど、ビジネスでしたらもうバリバリですよね。そしておまけにサマータイムと。ですから年に2回1時間ずつ進めたり遅めたりするイベントがありますよね。はい。で2番、しかしこうした環境が当たり前のアメリカ人は時差は感覚的に身についているようで、国内移動でいちいち時差を修正するアメリカ人の同僚はいません。極めつけは現地法人の社長で、東京出張中も愛用のチェリーニを東海岸時間のまま修正しません。
それはどうですかね。で、それで東京のスケジュールを、こなせるのか心配でしたが、案の定、本社滞在中、あちこちから早くミーティングに来てくださいと呼び出されていました。時差直そうよ、ちなみに面倒だから俺はもうこれというアップルウォッチの同僚も数名いますと。で、一旦、と、完結の完ですね、となっていまして、これ続編があるんですかね。楽しみだな。はい。ということで、このようにいただきまして、GMT の本当の使い方、いろいろ人それぞれあると思うんですよ。別に日本だけにいてもですね、現地時間を知らなければならない人もいらっしゃるでしょうし、おしゃれとして購入される方もいらっしゃるでしょうから、人それぞれですよね。それケースさんの場合には本当に GMT 機能をもうフルにね、活用されていらっしゃるということで、所有のしがいがありますよね。重宝しますよ。皆様いかがだったでしょうか。今回は少しやり方を変えてレビューをお伝えいたしました。これがレビューになっているかどうか、もうね、ケースさんのレビューとしてお送りしたようなイメージでございます。もうスプリングドライブ、いや、ぜひこれ続けてほしいんですよ。私ももちろん1本は欲しいんですけど、お値段との相談がありますので、日本の宝ですよ。世界の宝。これはぜひ続けてほしいですね。ということで、今回はケイスさんのグランドセイコースプリングドライブ GMT SBGE011 ということで、みんなのサブスクリプションでお届けしました。またいろいろコメントくださればと思います。スプリングドライブに対する思いであるとか、方向性であるとか。それでは今回はこれにて失礼いたします。いつもご視聴ありがとうございます。